現代日本では結婚しない人、離婚する人、そして一人で老後を迎える人がどんどん増えています。そんな中で単身で生きるリスクとは何か、それを真正面から問いかけるのが社会学者山田正弘さんの単身リスク100年人生をどう生きるかです。この本を読むだけで一人で生きることへの不安がガラリと変わります。孤独を恐れるすべての人に向けた人生の教科書。家族の形が変わる時代に自立とつながりのバランスをどう取ればいいのかがわかります。この動画では本書の重要なポイントを3つに分けて紹介します。さらに今すぐ実践できるヒントも交えながら100年人生を安心して生きるためのヒントをお届けします。ポイント1、単身化社会という現実を直視する。日本では結婚しないまま生涯を終える人が増えています。離婚や死別によって一人暮らしになる人も急増中です。この流れは個人の選択ではなく、社会全体の構造変化によるものです。つまり、誰もがいずれ一人になる可能性があるという前提で人生を考えなければなりません。著者はこれを単身リスクと呼びます。それは経済的な不安だけでなく、孤独、病気、介護などあらゆる場面に影響します。特に印象的なのは、家族を持つことだけが安心ではないという指摘です。家族がいても関係が希薄なら、心理的には単身と変わりません。私自身も結婚、安定という考えに気づかされました。人との関係性の質こそが大切なのです。これからの時代、誰と生きるかよりもどう生きるか、この言葉は深く心に響きました。ポイント2、つながりを再構築する力を育てよう。2つ目のポイントは、家族以外のつながりをどう築くかです。今では地域、友人、オンラインなど新しい関係性が生きる支えになります。著者はこれを社会的ネットワーク資本と呼びます。人との関係も人生の資産なのです。助け合いは偶然ではなく、日常的な関わりの積み重ねから生まれると述べています。私もこの本を読んでからつながりを育てる意識が変わりました。近所で挨拶を交わすようにしただけで心が少し温かくなる瞬間があります。一人であっても孤立しない生き方は自分の手で作れるという希望を感じました。ポイント3、単身でも幸せに生きる力を育てる。最後のポイントは、単身でも幸せに生きる力です。著者は単身不幸という思い込みを壊し、自立と自由を最大の武器にできると説きます。一人で生きる力を鍛えることが長寿時代を生き抜く鍵なのです。この力とは単に家事ができることではありません。感情を整え、孤独を楽しみ、他者と助け合える柔軟さを持つことです。著者はこれを心理的自立と呼びます。他人に依存せず、でも孤立もせず、自分の軸を持って生きる。それが真の幸福への道です。私も一人の時間をどう使うかが人生の満足度を左右すると感じました。単身、孤独というイメージが変わる一冊です。エピソード紹介。ある高齢男性の話が紹介されます。彼は退職後、家族との会話がほとんどなくなりました。友人との付き合いも絶え、健康を崩しても誰にも相談できませんでした。そして最後は自宅でひっそりと亡くなっていたのです。著者は、物理的な孤立よりも心理的な孤立の方が危険だと語ります。心のつながりを失った時、人は本当の孤独に陥るのです。私もこの話に胸が締め付けられました。家族がいれば安心という考えがいかに脆いかを痛感しました。
人との関係は形式ではなく質が大事。孤独は運命ではなく習慣の結果です。だからこそ小さなつながりを大切に育てることが長い人生を幸せに生きる秘訣だと感じました。実践的な応用方法。一人でも安心して生きられる環境を自分で作ること。それが本書の実践的メッセージです。まずは日常の中でつながりを増やしましょう。近所の人に挨拶する。趣味のコミュニティに参加する。それだけで将来の支え合いが生まれます。次に生活力をアップデートすること。料理、家事、健康管理を自分で整える。自分の体調を他人任せにしない意識が重要です。私はこの本を読んでから一人で生きる準備は自由を守る行動だと思うようになりました。一人旅や自炊を通して自分らしさを再発見しました。著者のメッセージは一人でも生きられるではなく一人だからこそ自分らしく生きられる。それがこの本の本質です。まとめです。この本はすべての世代に読んでほしい一冊です。結婚していても独身でも誰もがいずれ単身になります。その現実を冷静に見つめ前向きに備えることができます。著者の語り口は優しく希望に満ちています。孤独を恐れず自立を楽しみ人とのつながりを自分でデザインする力を教えてくれます。孤独は避けるものではなく育てるもの。この言葉が特に印象的でした。おすすめ度は10点満点中の 9.5 点。読むたびに発見があり生きる力が強くなる本です。いかがでしたか？今回は山田正弘さんの単身リスク100年人生をどう生きるかをご紹介しました。一人で生きることはこれからの時代のスタンダードです。孤独を恐れず自分らしい生き方をデザインしましょう。この本には一人時間を前向きに変えるヒントが詰まっています。ぜひコメントであなたの考える単身の幸せを教えてください。このチャンネルが役に立ったと思った方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。